経絡ヘッドも経絡小顔ももう17分で終わらせたいんですよ。でもっと成果出したいと思って、例えば右の左の胸鎖乳突筋が張ってるからといって、そこをほぐしたくなるんですよね。張ってらっしゃいますねとか、これが原因ですね、それが原因であることもあるんですけど、そこをこう一生懸命こうもみもみしたりして、やっていくんですよね。でそうなると17分のが今度19分になったり20分になったりするんですよ。でお客さん変化見て「ああよかったわ」って言ってくれるんですけど、じゃあ今度こっちも張ってるからこっちもやってくれたらもっと良くなるんじゃないのとか、こっち硬かったからこっちもっとほぐしてくれたらってこうなるんですよね。で「はい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 」ってやってたら17分でいくらって決まってたやつが知らないうちに30分で同じ金額になるんですよ。でそのお客さんのリクエストをずっと答えてたら「あっちもこっちも」とか言って「ついでに肩ももっと揉んどいて」みたいになるんですよ。そしたらもう普通の揉みと同じになるんですよ。1時間2980円とか1時間3000円とかなんかそんなんなってしまうんですよね。そうなってしまうとこの意味がなくなるんですよ。だから普通の揉みとは違う、揉みほぐしとは違うっていうポジションを作っておかないと、その中にこう組み込まれていっちゃうと、この間は失礼ですけど、そういうなんか安売りのもみ屋と同じレベルになってしまうんですよ。それが悪いという意味ではないんですけども、若いうちはいいですよ。若い20歳ぐらいの子だったらそうやって安いやつをいっぱいやって数さばいて利益出して経験積むっていうのが大事ですけど、もうやっぱり我々の年齢になったらもうそんなんやってられないんで、短い時間で成果を出すっていう風に持っていかないといけないんですよ。だから細かいところはだんだん慣れてきたら分からないようにちょっとこっちギュッと押したりとかするんですけど、できる限り数を少ない時間を短くして成果を出す。でそれをお客さんにそれが大事なことなんですよっていうこと、それのが効果があるんですよっていうことを伝えてほしいんですよ。でその時の例に使ってほしいのが、この技術は日本ボディケア学院の谷口から教えてもらったんだというところで使ってもらえるんですよ。でそれはどういうことかというと、これ引用語行でも言ってることなんですけど、もともと鍼治療をやってた技術をハンドで使ってるんですよ。これ経絡ヘッドも経絡小顔も引用語行セラピーもそうですけど、もともと谷口が鍼灸治療でやっていた理論をハンドで活用できるようにしたものなんだってことなんですよ。それで谷口が目指してたものは、鍼治療で成果を出す時にできる限り少ない本数で成果を出すということを追求してきてたということなんですよ。鍼の治療法としては2つあるんですけど、例えば凝ってるところとか緊張してるところ、鍼でちょん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 といっぱい打ったりとか、鍼刺してそこに電気流してパルスとか言って電気流してほぐすっていうやり方あるんですよ。それも一つの治療法なんで問題いいんですよ。いいんですけど、それはあくまでなんかこう何ですかね、外的な要因で治してるだけなんですよね。その筋肉をほぐしてるみたいな、電気当てて低周波当てて治してるみたいな感じと同じなんですよね。だからすぐ元戻るんですよ。そうじゃなくて本当の鍼治療というのは根本的なところを見て、そこの臓腑どこが悪いのかを見て、そしてそこの臓腑の働きを良くして気の流れを良くして病を取っていくって簡単な言い方ですけど、そういうようなやり方を目指すんですよね。そのためにはできる限り鍼は少ない方がいいです。なぜなら人間のそのツボに鍼をポンと一つ、例えば3里にポンと鍼を1本打ってば、例えば1本だけだったら体が反応するんです。で実際は脳が反応してるんですけど、ここに対して今日は強い刺激を与えてるんだなと。だからこのツボのところは何の役割かというと、例えば胃の働きを良くするような働きにまずはしないといけないんだなって頭も思うので、だから例えば胃が痛かったら実際鍼だけ3里だけでは無理ですけど、3里に1本だけ鍼を打つんです。そうすると反応しやすいんですね。脳も
気の流れも良くなりやすい。でも三里は内の、合谷は内の、意は内の、あっちこっちブチ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 針打ったら脳は一体何をしてるのかなと思うんですよ。何のためにここいろんなところに針打ってるのか体分からなくなるんですよね。できる限り刺激は少ない方がいい。で実際私はそういうふうな針を目指してやってきたんです。でそれの方が効果が圧倒的に高いんです。そういう理論のもとに作った、それをベースに作った、その谷口の針治療のやり方をベースに作った技術なので、経絡ヘッドケアも経絡小顔マッサージもできる限り刺激は少なくした方が成果があるし、持ちがいいんですよ。でも多くの人はやっぱりいっぱいやってもらった方がいいと思ってるんですよ。これもまあ認知バイアスですよね。いっぱいやってもらった方が効果高いとみんな思ってる。強く押してもらった方が効果高いと思ってるんですよ。でも実際冷静に考えてもらったら分かると思うんですけど、グリ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 やったから治るんかって全然そんなことないですよね。その時気持ちいいけど、だからその時一瞬気持ちいいのを求めてる人はそれでいいと思うんですけど、ちゃんとそれを元に戻して、いずれはそういうサロンとかに行かなくてもいいようにしたいっていう人が我々のお客さんやと思います。でそんな方にはなぜ私たちはこういうふうな施術をやってるのかっていう、でこのできる限り少ない刺激でやった方が効果も高いし持続も高いんですよって、まずは一回試してくださいっていうことです。なので経絡小側も経絡ヘッドもできる限り短い時間で終わらした方が結果いいんです。でもさっきも言いましたけど、多くの人はいっぱいやってもらった方がいいと思ってるんで、その認知バイアスをどうやって直してもらうかというと、今私が言ったようなこの技術は谷口が元というか、私も一応今も鍼灸師ですけど、彼が針治療をやってる時に追求してきたやり方、それはできる限り針の数が少ない方が効果があるというのが分かった。これは私中国行って習ってきたことですけども、できる限り針を選別してその大事なところだけにやった方が効果が高いということです。その考えのもとにやってるんですと。あれこれがあちこち揉むんじゃなくて、大事なところをやってる。で経絡小顔も経絡ヘッドマッサージ、ヘッドケアもいっぱい作ってやって絞り込んだのがこのパターンなんで、まずはこれでやってみてください。体感してみてください。お客さんの本当の願いというのは効果の出すことじゃないですか。効果を出したら満足してるわけであってくれるわけであって、短い時間で効果を出せるように作り込んでいく。